皆さんこんにちは。菊の丸ガレージにようこそ。今日は私が60を超えて初めて買ったイタリア車、この後ろのアバルト500チンクですけど、これについて買って初めてなんじゃこれって気づいたので、それを3つお話しさせていただこうと思います。基本的にはめちゃくちゃ気に入ってます。で、気に入ってるからこそ、もしこれを見て、チンクを買われた方がですね、買ってからこんなはずじゃなかったっていうふうに思わないように事前に知っていただきたいなっていうの。ひょっとすると、この車固有の問題かもしれませんし、いやそれはチンクでよくある話だよとか、いろんなコメントをいただきたいんです。でこれ以外にももっとこんなことがあるよっていうのをいただくと、いろんな方にとって参考になると思いますので、ぜひコメントをですね寄せていただければと思います。で今日お話しさせていただく1点目はエアコンです。で2点目がシートについて、でこの2点目のシートなんですけどね、基本的にこの車って4人乗りなんですが、実質2人しか乗れないんです。で2人しか乗れないのってよくあるじゃないですか。後ろのシートが狭すぎて、いわゆる1マイルシートって言われてるやつで、それで実質乗れないんだと。そうじゃなくて、もっと物理的に乗れないんですよ。でそのことについてお話しさせていただく。で3点目が、トランスミッションについてのお話です。これはね、本当に車買う前に調べといた方がいいだろうっていうふうな重要なお話ですので、この3点についてお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。最初はエアコンについてのお話です。この車は普通あるはずのエアコンのオンオフスイッチが見当たりません。ある朝の通勤で、この日は少し肌寒かったので温度レバーを上げて送風スイッチをオンにして走っていると、この雪の結晶マークが点灯していることに気がつきました。ただこの点灯が非常に分かりづらくって、上が点灯で下が点灯していません。普通日中に運転しているとまず気がつきません。その時はたまたま点灯に気がついて、これはエアコンがオンになってると思ったんですけども、オフにするスイッチがどこにも見当たらないんです。必死になってスイッチを探しましたが、どこにも見つからないんです。でこの時に思ったのが、この車はエアコンのオンオフをセンサーか何かが判断して勝手にコンプレッサーをオンにしたりオフにしたりするフルオートエアコンかなっていうふうに思いました。小排気量の車はエアコンのスイッチをオンにするとパワーが持っていかれたり燃費が悪くなるので、私は極力エアコンをオンにしないようにしています。この日は仕方ないので送風スイッチをオフにしました。これがチンクのエンジンルームです。手が入らないほどにギチギチに詰まっています。この状態でターボがついているので、かなり高温になるんじゃないかなと。高温多湿の日本で夏場大丈夫かなと思ってしまうほどのエンジンルームです。これを見ていると、ますますエアコンのスイッチは入れたくないなと、そう思います。こちらが取扱説明書です。で慌ててこの取扱説明書を見てみると、この操作パネルのイラストからマニュアルエアコンだということを知りました。どこかにスイッチがないのかとずっと探していくと、どうもここにあるんです。エアコンモードスイッチ。スイッチを押すとエアコンモードがオンになり、スイッチ中央の表示灯が点灯しますって書いてあるんです。つまみ自体がエアコンのオンオフのスイッチになっているようです。でここで大事なのがこの一言です。エアコンモードをオンにすると最大で約 20% も燃費が低下します。これを知っておかないと、知らず知らずのうちに 20% でも燃費が落ちてしまう可能性があります。参考までにフルオートエアコンの方を見てみますと、フルオートエアコンには独立したスイッチがあります。なおかつこの取説の方も
エアコンモードスイッチ、このスイッチで冷房用コンプレッサーのオンオフを操作しますと非常に分かりやすく書いてあるんですけども、マニュアルエアコンの方はこれがスイッチになっているっていうこと自体も非常に表現が分かりづらいです。今回は私が取扱説明書をよく読んでいないのが原因なんですけども、できれば独立したスイッチをつけてほしいですし、もう少し分かりやすい表現にしてほしいなっていうふうに思います。2つ目は、この車を購入しようと思っている方にお役に立つお話、シートのお話をさせていただきます。現在このシートは前に倒せません。このレバーが動かないんです。後部座席と前の座席との間は結構幅があるので、人自体は乗せられるんですけれども、シートが動かない限り人を乗せることができません。荷物さえ後ろに置けないので非常に不便です。この車を買った時に何かいいパーツは出ていないのかなと思ってヤフオクで検索していると、結構シートが出品されています。出品されているシートを見ると、レバーが壊れているシートが多く出品されていました。それが気になっていたので、車が届いて最初に確認したのがこのシートレバーなんです。すると動かしてみると、案の定シートレバーの動きが怪しいんです。何か引っかかっているような感触があって、スムーズに動かないんです。それでも何回か操作するとその時は動きました。これって人を後ろに乗せられないんですよ。人を後ろに乗せて次その人が降りようとした時にこのレバーが動かないと後ろの人は降りれないので最悪です。ただしリアハッチからの乗り降りは可能です。それで助手席を確認すると壊れてるんです。壊れているし動きません。でこのレバーはワイヤーで引っ張っているようなんですが、それがどうも引っかかって動きが悪くなるみたいです。とても便利な位置にあるんですけども、壊れるぐらいなら国産車のように座面にレバーがついていた方がマシですね。でちなみにこれを修理をすると1個16,000円ぐらい必要なそうです。さらにワイヤーまで交換すると5万円コースになるみたいです。ですからもしこの車を中古で買われる場合は、このレバーがスムーズに動くかどうか、これをぜひ確認してみてください。このままだと不便なので、ゆくゆくは一度分解して構造を確認したいと思ってます。でそれで修理ができるものなら自分で修理したいなというふうに思っています。3つ目はトランスミッションについてのお話です。この車は私気に入っているので、買ったすぐに正規ディーラー店に行ってちょっと状態を確認していただきました。でその時にヤフオクで買った車ですと正直にお話ししたんですけども、そこは嫌な顔せずに快く見ていただきました。で持って行った時にまず一番に言われたのが、オートマチックですか、それともマニュアルミッションですかっていうことを言われました。でどうしてそういうことを聞くんだろうなというふうに思うと、この車今12万キロ走ってるんですけども、仮走行の車っていうのはオートマチックに問題を抱えていることが多いらしいです。でその仮走行が一体何キロからかっていうのは聞かなかったですし、それは多分車の個体差っていうのがあると思うので、実際に10万キロ走ったら壊れるとかそういうもんではないと思うんですけども、まずそのトランスミッションが壊れるのはオートマだけらしいので、まず最初に聞かれたのはそのオートマですかマニュアルですかって聞かれて、マニュアルですってお答えした時に、それは良かったですねと。オートマの場合は故障をすると修理費に、フィアット500でだいたい30万ぐらい
いるらしいです。で、アバルト500に関してはなんと60万もいるらしいんですよ。で、それってヤフオクなんかで車1台分買える値段なので、そこはちょっと壊れてると辛いなと思います。で、たまたまなんですけども、今年大卒でうちの会社に新入社員として入ってきた女の子がいるんですけども、その子がフィアットの500のオートマチックに乗ってて、彼女たまたまですけども1回だけ横に乗っけて、会社の歓迎会飲み会に連れて行ったことがあるんですけども、その時彼女が横に乗った時に言ったのが、この車はすごいスムーズですと。で、彼女の車っていうのは変速する時に車にショックがありますというふうな話をしてました。ですごい興味があったんで、どのぐらいその変速時のショックがあるのかっていうのを本当は乗りたかったんです、その彼女の車に。でもまあちゃんとした目的があるにしても、その若い女の子の車に乗っけてくれってもなかなか言いづらいんで、本当は興味があったんですけど言えなかったので、乗ってお伝えする、もしくはそのショックがあるところを動画に収めてお伝えできれば一番いいのですけども、そこはちょっとできてないんですけども、そこはご了承いただければと思うんですけども。で、あとそのショックがあるのと、ディーラーで言われたオートマが故障するっていうのが同じかどうかも分かりませんが、多分これは可能性があるんじゃないかなと思います。これをお持ちでそういった症状が出た時の修理費がいくらだよっていうのがディーラーが言ってるのと合ってるかどうかっていうのを確認のためにですね、またいろんなコメントをいただきたいなというふうに思っています。ですからミッションだとあんまりは心配はいらないみたいなんですけども、オートマはどうも故障するとすごい修理費にお金がかかるみたいなので、ぜひこれはですね、一度試乗してミッションに違和感があるかどうか、その辺をぜひ確認していただきたいなというふうに思います。ご参考まで。今日はあえてこのチンクの気になる点を3点お話をさせていただきましたが、基本的にはすごい気に入ってます。ボディ剛性は高いですし、キビキビ走るので、排気音もいいですので、すっごく気に入っているので、近いうちにここがいいよっていう動画の方も上げたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してご覧いただければと思います。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。グッドボタンお待ちしてます。